こんにちは。心臓血管外科と循環器の専門医の今中です。このチャンネルでは人体の様々な部分の機能や構造について医師の立場から分かりやすくお話しています。人体の不思議さや素晴らしさについてちゃんとお知りになりたい方や進化論に違和感や疑問をお感じの方にとっては特に有益な内容になっていると思いますのでよろしくお願いいたします。ここ2回ほど、左心室の入り口の僧帽弁を修復する手術と、出口の大動脈弁の修復手術の動画をアップしまして、手術などの写真を提示して、その技術的な難しさや、極めて洗練されている心臓の弁を進化で獲得した可能性があるかなどのお話をしました。ただ、こうやって弁を修復する話ばかりすると、難しいにしても、大抵は修復できんでしょとか、もっとひどいと、修復できないのは外科医が下手だからでしょなんて誤解されてしまうかもしれません。実際は、弁の状態が修復しようがないほど悪いことは稀ではないし、長期的な観点から自分の弁を修復するのではなく切り取って、そこに人工の弁を縫い付けてくる人工弁置換手術は頻繁に行われています。狭窄や感染が問題の場合や、逆流でも弁の痛みが広範囲だと人工弁置換になることが多いです。今回も手術や心臓の映像が出ますが、出る前にはこの絵を出してお知らせします。今から狭窄のために手術になった大動脈弁の写真をお見せします。これが典型的な加齢性、つまり老化に伴う大動脈弁狭窄です。右側のほぼ正常な大動脈弁に比べると、弁が分厚くなって黄色っぽいし、もちろん向こうが透けていないのがお分かりになると思います。もりもり塊状に見えるのはカルシウムの沈着で石灰化と言いますが、組織に傷ができた結果起きてきます。通常石灰化は弁線の付け根の弁輪に最も強く、次いで弁輪よりの弁線に起きます。弁同士が接合する部分も厚くなっていますが、問題外のカチンコチンではありません。こちらは最近にやられた大動脈弁で、もう何が何やらわかりませんね。もちろん修復どころでないのは一瞬でお分かりいただけると思いますが、これは今回のテーマではないので、加齢性の大動脈弁狭窄の話に戻ります。エコーで見ると、今のところほぼ正常な私の大動脈弁に比べて、石灰化が進んだ弁の動きが非常に悪くなっているのがわかります。こういう弁の機能を手術で末永く回復させるのは不可能で、手術するなら必ず人工弁置換です。この絵が出ましたので、お嫌いな方は目を閉じて少しお待ちください。これが先ほどのような大動脈弁を切除して、生体弁と呼ばれるタイプの人工弁に取り替えた写真です。なお、現在はカテーテル的に人工弁を入れてくる治療が盛んで、その場合は患者さんの弁は切除しません。ご覧になっている方の中には、なんだよ、心臓弁は非常に素晴らしいとか言ってたけど、傷んでダメになってるじゃないか。神だかなんだか偉大な存在が作ったんなら、こんなことになるはずない。これこそ神なんかいない証拠だと思う方がおられるかもしれませんね。ちょっとこのこと考えてみましょう。これは大動脈と心臓、特に左心室の内圧を示すグラフです。優しくお話しますので、難しいと思い込まないで、敬遠せずにご一緒に見てみましょう。上下に振れ幅が大きいこの赤線が左心室の圧です。この図は130の80ぐらいの血圧の人を想定していますが、実は血圧130は地面から水が1メートル77センチ、人気俳優の身長ぐらい吹き上がる相当な高い圧です。で、ご覧のように収縮が始まるとあっという間に圧が1桁からピークの130に上昇しています。そして最初の0.05秒、まさに一瞬で赤い破線の大動脈の圧に達し、激流が出口の大動脈弁を直撃して大動脈弁を開きます。つまり心臓の一拍ごとに疾風か怒涛みたいな猛烈な現象が大動脈弁をお見舞いし続けるわけです。
激流直撃の影響が最も強いのは、吹き流される弁の先の方ではなくて、弁を固定している付け根、つまり弁輪付近でしょうから、組織のダメージの後遺症である石灰化が弁輪付近に最も強いことと合致しています。もちろん、大動脈弁に残っている80の圧がいわばクッションになって、弁が受けるダメージは圧130の半分弱に軽減されるとはいえ、直撃される側はたまったもんじゃありません。10年に一度だってごめん被りたいぐらいですが、大動脈弁は心臓が打つたび毎回なんです。じゃあ私たち成人の心臓は1日に何回打つかというと、約10万回です。つまり大動脈弁にしてみると、毎日10万回も激流に直撃されるんです。1日10万回は毎分70回ほどですから、1秒に1回を超える高頻度です。しかも心臓は休みを取るかというと、この動画はゴールデンウィークに作っていますが、ゴールデンウィークどころか1日も休みません。1日どころか、一晩どころか、5分も休まれたら我々命がないんですよ。心臓って年中無休の365日24時間営業、もう抜群に勤勉なやつなんです。でも大動脈弁にとっては、来る日も来る日も心臓から来る激流の直撃、10万発です。1日10万発の直撃なら1年で3650万発。体格が成人並みになる15歳から後期高齢者になる75歳までの60年間だと219億発になります。日本の人口の200倍近い数で多すぎてピンときませんが、ガタが来ても当然と思える回数ですよね。ところが75歳の大多数の人の大動脈弁は手術が必要になるほどの痛みは来てないんですよ。驚くべき耐久性と言うべきであって、これでダメ出しするのは、熱湯ごときで火傷するなんてけしからん、そんなの神の作品じゃないとか、神が作ったのならなくなるなんてありえないみたいな、何が何でも認めたくないだけの意見に私には思えます。仮に人工弁に取り替えなければならないほど大動脈弁が傷んでしまったとしても、生まれた日から今日まで厳しい環境を耐えて、よくぞ常に私たちの生命を支え続けてくれた弁に心から感謝して別れを惜しんでもいいのではないでしょうか。今回はここまでにしたいと思います。自分の心臓弁を人工の弁に取り替える手術の話をしましたが、これだけ医学が進歩したんだから、人工の弁は自分の弁よりはるかに優れていてもいいはず。そういう製品があるはずですよね。でも果たしてそうでしょうか。次回をお楽しみにしていてください。この動画でお話ししたことは、どこかの知らない誰かに起こっていることではなくて、ご覧くださった皆さんご自身に起こっていることなんです。そのことに気がついて驚きながら喜んでいただきたいと思います。